はい、皆さんこんにちは。南オーストラリアはアデレードからアラフィフ生活をお送りしているマミリーランドのマミです。今日は空との出会いについて少しお話ししていきます。You ready? You ready? You thought you were going for a decent drive. I won't push her too far on the Yeah. part and everything if you just... I reckon. It's okay. It's okay. It'd be great if I could hear her heart. I won't push it if it's really hard. Yeah, you've been. Dad's gotcha. Dad's gotcha. Bit nervous, aren't you? Yeah. She might. はい、ということで、私と空が出会って6年とちょっとになるんですけれども、少し空との出会いについてお話ししていきたいと思います。空は保護犬で、オーストラリアの RSPCA という保護センターから来ました。2020年の1月にうちにやってきたんですけれども、アデレード移住して、もう自分一人で生きていくって決めて、その時、まだ一軒家を自分で借りてた時だったんですね。で、その時から、もうずっとやっぱり犬が欲しくって、やっぱり賃貸だったし、簡単に買えるものでもなくって、でも賃貸契約する時に、ペットはいずれ飼いたいと思ってるっていうその一言ね、私の意向は伝えてたので、で、保護センター行ってはいろんな犬を見て、で、なかなかいい出会いがなくって、そうこうしてるうちに、サクと出会って、猫のサクと出会って、まずサクがね、先にうちに来ました。私ね、ずっとね、ミドルサイズの犬を探してて、私、小さすぎる犬があんまり好きではなくって、まあ、ハナも小さいけど、そこまで小さい感じではないですね。なんていうのかな。チワワ系の犬が、あまり私は好みではなくって、やっぱりこうちょっとどっしりした感じのね、この空みたいな犬をずっと探してました。何回も行ったんですよ。本当に何回も行って、オーストラリアって割とスタッフィー系がね多いんですよね、保護センターに来るのが。で、スタッフィーをすっごく好きな方たくさん私の周りにもいて、飼ってる方もたくさんいるんですけれども、みんながね言うのは、本当にいつも保護センターにそのスタッフィーがいっぱいいて、すごい飼い方がね難しい、アグレッシブなドッグだって思われがちだけど、飼い方をねちゃんと間違わなければ本当に優しい犬になるんだと。その飼い方を間違えると、そのエネルギーが間違った方に行ってちょっと凶暴って思われがちで、シェルターに入れられることが多いっていう話をしていました。だからもうね、スタッフィー率めちゃくちゃ高いんですよ、本当に。この間もちょっとそのセンターのウェブサイトね見に行ってみたんですけど、今いる犬たちも8割ぐらいはねそのスタッフィー系でした。空はオーストラリアンケルピーと何かのミックスなんですね。でもそれはもう分からなくって、で私も別に空が何とのミックスであっても空は空なので、別にお金を出して空のがどういうミックスっていうのをね検査できることできるんですけど、 DNA 計算できるんですけど、別にそれしたかって何も変わらないし、興味本位でねしようと思えばできるんですけど、今のところはしてないです。多分分かるのはもうケルピー、オーストラリアンケルピーが混ざってるっていうことだけで、そうこうしてたら、その2020年の1月に父と母とおばがアデレードに遊びに来てくれたんですね。で、その時も父も余命宣告されてて、もうこれが最後になるかな。で、その前も
アデレードに来る前に実は重症肺炎を起こしてて来れるかどうかもギリギリだったんですけど、すごい頑張って復活してくれて、でもう長距離は歩けないから行けるとこねゆっくり行こうっていうことで、こっちで私車椅子も借りて長距離で歩くところは車椅子を押していくっていうちゃんと環境も整えてアデレードになんとかやってきました。もうこれどうしても最後に来てほしくって、で父もどうしても来たくってっていうことでアデレードで、その時私が借りてた賃貸してた家をセッティングして4人でみんなで泊まった。で初めて自分がその住んでる賃貸ですけど、自分が借りてる家に住んでもらって宿泊代なく泊まってもらった初めてのね思い出の旅だったんですけど、そういうのが2020年の1月にありました。で別に犬見に行く予定も全然なかったし、まさかそこで犬を飼うことになるなんてもう思ってもなくって、たまたま雨の日だったんですね。でその日は夕方から海沿いのホテルに泊まりに行くっていう計画をしてたから、午前中はもうゆっくりしよう。でも雨だしっていうことで、じゃあ近くに保護シェルターがねあるからそこを見に行ってみようかって言ってもドライブがてら行ったんですね。でそしたらそこに空がいて、でも本当ケルピー系がいるって本当に珍しくって、でその時その空、同じオーストラリアケルピーのミックスの空と、もう一つこの子は白黒なんですけど、もう一つレッドドッグって言ってちょっと茶色のケルピーのミックスがいたんですね。で私レッドドッグっていうねオーストラリアの映画があるんですけど、それでそのケルピーといえばその色がね一番ベーシックで有名なんですね。でそっちが最初欲しくって、この色がいるって言って、でケルピーだし、で私は最初そっちに目がいってしまって、でも母は空を見てこの子がいいって思ったって言ってるんですね。でその2匹がねいたんですよ。本当に珍しくケルピーがいて、でも私が最初にいいなと思ったそのレッド系のねケルピーはもう誰かがホールドしてると、抑えてるって言われて、この子はまだ空いてるって言われたんですね。でその時にそのシェルターのお兄さんが、いやもう本当にこの子めちゃくちゃおすすめですって言われたんですね。でもう一匹のケルピーより本当に人好きだし、めっちゃ人懐っこいし、もう人が大好きだから僕はこの子の方おすすめしますって言われたのが空だったんですね。10分か20分ぐらいかな、同じね檻の中で入れさせてもらったんですね。でどういうちゃんと相性がいけるかどうか、どんな感じでやっぱり相性が合わないともう入ったら分かるんですって。でそこで一緒の空間をちょっとしばらく過ごして撫でたりして欲しいなと思って、24時間ホールドできるんですね。だからとりあえず24時間家帰ってもう一回考えるっていうことができました。でその後その夜はビーチサイドのホテルを取ってたので、そこに泊まる予定だったので、泊まって一泊してまた次の日の朝帰ってきて、でその間にね父とも母とも相談して、でホストファミリーとも相談して、やっぱり犬がいいねって、母もすごい気に入って、母はこの空の目がすごくね気に入ったって言って、でもう一度シェルターに行って契約して、もうその日に空を連れて帰ってきました。空、その時だから父と母とおばが私のプレゼントとして空を買ってくれたんですね。でその後父は日本に帰って、その年にもう亡くなったので、それ以降それとはね一回も会えてないんですけど、父の形見っていうのもあるし、その家族が私に買ってくれたプレゼントっていうのもあるし、一人で頑張りなさいっていう意味も込めて、私が寂しくないように犬を飼っていってくれたっていう、ちょっと空は私の本当にね思い入れがある犬なんですね。で空が来てからは本当にいろんなことが楽しくなって、
コロナ禍で街がロックダウンされてしまった時もやっぱ家にいなきゃ家から出られない。仕事ではもちろん私たちはエッセンシャルワーカーだったんで仕事には行きますけど、仕事以外例えば友達とご飯食べに行くとかそういうのができない中で、歩きに行ったりはねできてましたけど、もちろん日本にも帰れない。だからあの時4年ぐらいかな、日本に帰れなくって、でもその時ちょうどコロナの前だったんですね、空が来たのが。だからコロナで私が一人で何とかしなきゃいけなかった時もずっと空がいてくれて、本当にね、私のねパートナーでしたね、ずっと。やっぱ空がいるし、サクもいるし、その空とサクが家にいることで私もその家で一人でいることも苦に、ね、ならなかった。やっぱ寂しいって思う時はありましたけど、でもペットたちがいるから私も笑えたし、この子たちの面倒を見なきゃいけないって思ったから頑張れたっていうのもあります。空が来た当日に父はねもうあまり歩いたりできなかったので、私たちが夜ご飯の買い出しにね行くって言った時に父と空だけね家に置いていったんですね。で大丈夫って言ったら大丈夫って言って、で家帰ってきたら父と空がもう本当にソファーの上でね一緒に座ってるんですね。でそれでねもう父がもう空が可愛い可愛いって言って、もう父が本当に気に入ってましたね、空のこと。で日本に帰ってその亡くなるまでの数ヶ月の間ももう空に会いたい空に会いたいって言って、だからよくねビデオ電話で父がホスピスに入った後もずっとねビデオ電話で空と通話したりしてましたね。で空の似顔絵も描いてくれたね。空とサクの似顔絵も描いてくれましたね。とか本当に空は私にとってめちゃくちゃ特別で、いつもそばにいてくれて、で幸せに本当にねしてくれた。絶対私のそば離れないんですね、彼は。で空が来てからもう私もキャンプデビューソロキャンプデビューできたのも多分空がいたからですね。空が絶対バディで何かあったら絶対助けてくれるって思ってたし、何かが近づいてきたら絶対空吠えてたから、だからそれで一人キャンプも行けたし、いろんなところ本当に空と冒険して、これからもねだからいっぱいそんな空とやっていきたいと思います。空Come Look at the camera. 空もうこんな感じで本当に甘えたで大きい、もう30何キロ30キロ31キロぐらいあって、でそうでこの子はなぜシェルターにいたかっていうのを後から聞いたんですね。何があったんですかって。実はソラちゃんは来た時ちょっと傷があって、足のこの辺だったかな、切り傷怪我しててまだ完全に治ってなくって、抗生剤をねこれ最後まで飲ませてくださいって言ってもらったんですね。だから何があったんですかって後から聞いたら前のオーナーさんがその時に推定1歳だったんで、その前のオーナーさんがその飼ってた犬で2匹飼ってたんですね、空と一緒に同時に。これがね何の犬かは私もわからないんですけど、2匹同時に犬を飼ってて、で同じ部屋で一緒にご飯を同時にあげてた。でもそれでそのもう1匹の犬が空の犬をなんか食べようとして、でそれで喧嘩になって、で空が犠牲者だって言ってましたね。だからかなわからないんですけど、空今でももうめちゃくちゃ早食いで、とりあえずもうご飯が出たらすぐに食べるんですね。もう早食いなんですね。だから取られるのがトラウマなのか、それを未だに覚えてるのかわからないんですけど、そんな感じでもう本当にもう一瞬で飲むように食べます。で空を飼ってしばらく気づいたのが、空がジャーマンシェパードっていうね大きい犬がいるんですけど、あれがね嫌い
ジャーマンシェパード見たらすっごい吠えて、もう駆け抜けていくぐらい嫌いだったんですね。怯えてて。で、あとオーストラリアではあるあるの工事現場の人が着る蛍光のジャケットがあるんですけど、あれも最初の頃すっごい嫌いで、あれ見たらすっごい異常反応してたんですね。だからそのバックグラウンドに何があるか詳しくまではわからないけど、ソラがシェルターにいた理由はそのドッグファイトの犠牲者になってたっていうこととしか私には分からないので、ひょっとしたらその飼い主がその現場の人だったのかもしれないし、もう一匹の犬がそのジャーマンシェパードだったのかもしれないし、それは未だにね分からないですけど、今はねそこまでリアクションしなくなりましたただ大変なのは抜け毛ね。もうこれ今もうこのトレーナー真っ白、これまた洗濯しなきゃいけないぐらい真っ白になっちゃったんですけど、そうやって私はこうやって楽しくペットと暮らしています。sit sit sit。 こんな感じでね、空がうちにやってきたっていう今日はストーリーでした。またこれからもこのマミリーランド、空と花とサクとペットもねいっぱい出てくるので、そういうね裏話があったんだっていうのを分かってみてもらったらまた楽しいかなと思います。それではまた次回の動画で。バイバイ空、バイバイバイ空Mistakes, I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall.